新見南吉。手袋を買いに。寒い冬が北方から狐の親子の住んでいる森へもやってきました。ある朝、洞穴から子供の狐が出ようとしましたが、あっと叫んで目を押さえながら母さん狐のところへ転げてきました。母ちゃん、目に何か刺さった。抜いてちょうだい。早く、早く。と言いました。母さん狐がびっくりして慌てふためきながら目を押さえている子供の手を恐る恐る取り除けてみましたが、何も刺さってはいませんでした。母さん狐は洞穴の入り口から外へ出て初めて訳が分かりました。昨夜のうちに真っ白な雪がどっさり降ったのです。その雪の上からお日様がキラキラと照らしていたので、雪は眩しいほど反射していたのです。雪を知らなかった子供の狐はあまり強い反射を受けたので、目に何か刺さったと思ったのでした。子供の狐は遊びに行きました。真綿のように柔らかい雪の上を駆け回ると、雪の子がしぶきのように飛び散って小さい虹がスッと映るのでした。すると突然後ろでドタドタザーッとものすごい音がして、パン粉のような粉雪がふわーっと小狐に追っかぶさってきました。小狐はびっくりして雪の中に転がるようにして10メートルも向こうへ逃げました。なんだろうと思って振り返ってみましたが、何もいませんでした。それはもみの枝から雪がなだれ落ちたのでした。まだ枝と枝の間から白い絹糸のように雪がこぼれていました。まもなく洞穴へ帰ってきた小狐は、お母ちゃん、お手手が冷たい。お手手がチンチンする。と言って、濡れてボタン色になった両手を母さん狐の前に差し出しました。母さん狐はその手にはーっと息をふっかけて、ぬくとい母さんの手でやんわり包んでやりながら、もうすぐ暖かくなるよ。雪を触るとすぐ暖かくなるもんだよ。と言いましたが、かわいい坊やの手に霜焼けができてはかわいそうだから、夜になったら町まで行って坊やのお手手に合うような毛糸の手袋を買ってやろうと思いました。暗い暗い夜が風呂敷のような影を広げて野原や森を包みにやってきましたが、雪はあまり白いので包んでも包んでも白く浮かび上がっていました。親子の銀狐は洞穴から出ました。子供の方はお母さんの腹の下へ入り込んで、そこからまん丸な目をパチパチさせながら、あっちやこっちを見ながら歩いていきました。やがて行く手にぽっかり明かりが一つ見え始めました。それを子供の狐が見つけて、母ちゃん、お星様はあんな低いところにも落ちてるのね、と聞きました。あれはお星様じゃないのよ、と言って、その時母さん狐の足はすくんでしまいました。あれは町の火なんだよ。その町の火を見た時、母さん狐はある時町へお友達と出かけて行ってとんだ目にあったことを思い出しました。およしなさいっていうのも聞かないで、お友達の狐がある家のアヒルを盗もうとしたので、お百姓に見つかって散々追いまくられて命からがら逃げたことでした。母ちゃん、何してんの？早く行こうよ。と子供の狐がお腹の下から言うのでしたが、母さん狐はどうしても足が進まないのでした。そこで仕方がないので坊やだけを
一人で町まで行かせることになりました。坊や、おててを片方お出し、とお母さん狐が言いました。その手を母さん狐はしばらく握っている間に、かわいい人間の子供の手にしてしまいました。坊やの狐はその手を広げたり握ったりつねってみたり嗅いでみたりしました。なんだか変だな、母ちゃん。これ何？と言って雪明かりにまたその人間の手に変えられてしまった自分の手をしげしげと見つめました。それは人間の手よ。いいかい坊や。町へ行ったらね、たくさん人間の家があるからね。まず表に丸いシャッポの看板のかかっている家を探すんだよ。それが見つかったらね、トントンと戸を叩いて、こんばんはって言うんだよ。そうするとね、中から人間が少し戸を開けるからね、その戸の隙間からこっちの手、ほら、この人間の手を差し入れてね、この手にちょうどいい手袋ちょうだいって言うんだよ。わかったね。決してこっちのお手手を出しちゃダメよ。と母さん狐は言い聞かせました。どうして？と坊やの狐は聞き返しました。人間はね、相手が狐だとわかると手袋を売ってくれないんだよ。それどころか捕まえて檻の中へ入れちゃうんだよ。人間って本当に怖いもんなんだよ。ふーん。決してこっちの手を出しちゃいけないよ。こっちの方、ほら、人間の手の方を差し出すんだよ。と言って、母さんの狐は持ってきた2つの白銅貨を人間の手の方へ握らせてやりました。子供の狐は町の火を目当てに雪明かりの野原をよちよちやって行きました。はじめのうちは一つきりだった火が2つになり、3つになり、果ては10にも増えました。狐の子供はそれを見て、火には星と同じように赤いのや黄色いのや青いのがあるんだなと思いました。やがて町に入りましたが、通りの家々はもうみんな戸を閉めてしまって、高い窓から暖かそうな光が道の雪の上に落ちているばかりでした。けれど町の看板の上には大抵小さな電灯が灯っていましたので、狐の子はそれを見ながら帽子屋を探して行きました。自転車の看板やメガネの看板やその他いろんな看板が、あるものは新しいペンキで描かれ、あるものは古い壁のように剥げていましたが、町に初めて出てきた小狐にはそれらのものが一体何であるかわからないのでした。とうとう帽子屋が見つかりました。お母さんがみちみちよく教えてくれた黒い大きなシルクハットの帽子の看板が青い電灯に照らされてかかっていました。小狐は教えられた通り、トントンと戸を叩きました。こんばんは。すると中では何かコトコト音がしていましたが、やがて戸が一寸ほどごろりと開いて、光の帯が道の白い雪の上に長く伸びました。小狐はその光がまばゆかったので、面食らって間違った方の手を、お母様が出しちゃいけないと言ってよく聞かせた方の手を隙間から差し込んでしまいました。このお手手にちょうどいい手袋をください。すると帽子屋さんは、おやおやと思いました。狐の手です。狐の手が手袋をくれというのです。これはきっと木の葉で買いに来たんだなと思いました。そこで、先にお金をくださいと言いました。
小狐は素直に握ってきた白銅貨を2つ帽子屋さんに渡しました。帽子屋さんはそれを人差し指の先に乗っけてかち合わせてみると、チンチンと良い音がしましたので、これは木の葉じゃない、本当のお金だと思いましたので、棚から子供用の毛糸の手袋を取り出してきて、小狐の手に持たせてやりました。小狐はお礼を言って、また元来た道を帰り始めました。お母さんは、人間は恐ろしいものだっておっしゃったが、ちっとも恐ろしくないや。だって僕の手を見てもどうもしなかったもの、と思いました。けれど小狐は、一体人間なんてどんなものか見たいと思いました。ある窓の下を通りかかると、人間の声がしていました。なんという優しい、なんという美しい、なんというおっとりした声なんでしょう。眠れ、眠れ、母の胸に。眠れ、眠れ、母の手に。小狐は、その歌声はきっと人間のお母さんの声に違いないと思いました。だって小狐が眠る時にも、やっぱり母さん狐はあんな優しい声で揺すぶってくれるからです。すると今度は子供の声がしました。母ちゃん、こんな寒い夜は森の小狐は寒い寒いって泣いてるでしょうね。すると母さんの声が、森の小狐も母さん狐のお歌を聞いて洞穴の中で眠ろうとしているのでしょうね。さあ、坊やも早くねんねしなさい。森の小狐と坊やとどっちが早くねんねするか、きっと坊やの方が早くねんねしますよ。それを聞くと小狐は急にお母さんが恋しくなって、お母さん狐の待っている方へ飛んで行きました。お母さん狐は心配しながら、坊やの狐の帰ってくるのを今か今かと震えながら待っていましたので、坊やが来ると温かい胸に抱きしめて泣きたいほど喜びました。2匹の狐は森の方へ帰って行きました。月が出たので、狐の毛並みが銀色に光り、その足跡にはコバルトの影がたまりました。母ちゃん、人間ってちっとも怖かないや。どうして？坊、間違えて本当のお手手出しちゃったの。でも帽子屋さん、捕まえやしなかったもの。ちゃんとこんないい温かい手袋くれたもの。と言って手袋のはまった両手をパンパンやってみせました。お母さん狐はまあと呆れましたが、本当に人間はいいものかしら。本当に人間はいいものかしら。とつぶやきました。新見南吉、手袋を買いに